こんにちは。マイセットの紹介、やっていきます。まずは軽く、この動画の趣旨を説明していくよ。あ、そうそう。本編は1分15秒からスタートだから、さっさと見たい人はそこまで飛ばしてね。趣旨と言っても大したことは言いませんからね。では改めて、この動画では我々のマイセット40種を紹介していきます。並び順は動画用に変えたりしてないから、ありのままをお見せする感じだね。日々のプレイの中で自然にできたものだから、基本的には武器種とか使用品の順になってるよ。オンラインが生きてた頃からほとんど変わってないので、思いっきりマルチ前提のものもあります。それで、紹介画面の右側にはシミュレータの結果を載せるよ。お守りには個人差があるから参考になるか不明だけど、一応、組み方の紹介って感じ。なお、我々はいわゆるガンシミを利用しており、そこから検索結果を引っ張ってきています。すでにガンシミュの新規ダウンロードはできないようですが、ネットのアーカイブからはまだ落とせるっぽい。実際にダウンロードしたりするのは各自の責任でやってね。それじゃやっていこうか。マイセット紹介始まり。ナンバー1、セット名体験基本。これはよく使ってるね。体験に欲しいスキルもりもりセットだよ。上から 4V が GX ハンター、そして匠なしという 4G の体験環境を象徴するかのような構成ですね。お守りは通撃4、ノウトウ4スロ3となっています。派手ではありませんが、意外と替えが利かない性能です。この装備、武器スロ1以上のス紫で使えるよ。つまりログレギでもいけるね。さすがに、普段はゴール級の発掘ばっかり担いでるが、基本の名に恥じぬセットだね。ただ、ミギラーソロだと意外と持たないんですよね。ラー単体とかランラーならこれでいいんですが。確かにね、頻度5にしてるけど、次のセットの方が持ってるかもな。ナンバー2、セット名、居合。言わずと知れた居合術をベースとした体験装備だね。ナンバー1より使用頻度高いかな。スタンが取れる相手、全般に有効ですね。少し火力は落ちますが、攻撃機械を能動的に作れます。キリン、オウガ、ブラキ、ミギラーの左モンスターに広く有効ですね。お守りは通撃6スロ3と至って平凡。本当なら攻撃賞くらいついてほしいんだけどね。ここからスキルをプラスしようとすると、途端にお守りハードルが上がるんですよね。長らくこの構成のままとなっています。ナンバー3、セット名、テオ体験ソロ。生産体験でテオを練習するときに使ってたね。最近ではあんまり使わないな。水のゴール体験があるので、ソロだとそっちばかり使ってますからね。この装備自体はテオ戦の定番ってとこでしょうか。TA とかでも採用されてると思います。ブラミラ、テオにはかなり有効だからね。ラーより輝いてるよ。たまーに思い出したかのように担いで TA の真似事をするんだが。テオ体験はかなり連度が出ますからね。担いでは諦めての繰り返しです。いつか自由に攻略できるようになりたいものです。ナンバー4、セット名、テオ体験。これはもともとマルチ用で組んでた装備だね。スムラで組めば火力的には真打ちのものと一緒だな。テオの角は体力 25% 以下でないと折れないので、それまで破壊王が作用するんですよね。これ、マルチだと過剰になりがちなんですが、ソロでやる分にはひるみが取りやすくなって便利です。そういうわけで、ソロでテオ体験やるときに使ってるね。武器も強いからかなり安定するよ。我々の腕でも140テオソロで5針が出るんだよね。どうしてもブラミラよりこっちに頼ってしまう。ちなみにお守りは攻撃14のスロ3となってます。いざ狙おうとするとなかなか出ないってとこでしょうかね。ナンバー5、セット名、高耳体験。その名の通り、今後歌いを外して高級耳栓をつけてるよ。主にバサルやディアに持っていってるね。耐震に関しては候補にあったからつけたおまけです。あって損はありませんからね。耐震を除けば通撃6スロ3クラスのお守りがあれば、武器スロ1で組むことが可能です。体験は基本今後歌いで事足りるんだが、方向台のモンス行くと高耳なしじゃ困るからね。居合とかほどではないけど、割と担ぐ機会多かったりするよ。なお、このセットについては組み直しを考えています。また紹介する機会があったら披露できるかも。ナンバー6、セット名、チャラー。ここからよく使うチャークゾーンだね。チャークのラージャニ用装備だ。スキル7個の特盛りセットとなっています。
武器スロ3をフル活用してますね。切れ味スムラか白長すしか想定しておらず、構築難度としては高いと思います。これはナンバー1とちょっと立ち位置が近くて、汎用チャーク装備としてよく使ってるね。通常クエストであれば適当に寝かせて調出打ってるだけで大体型がつくよ。欲しいの全部盛りって感じですからね。これからも長くお世話になるでしょう。ナンバー7、セット名、チャラーコウ耳。こちらはコウ耳が必要なミギラーに担いでるね。と言っても火力的には耳栓装備とほぼ変わらないな。攻撃小が見切り位置になってるので、ビンダメを考えると若干火力は落ちますね。とはいえ、しっかり挑戦に弱徳まで詰めてるので、汎用装備として非常に優秀なセットです。ナンバー6もだけど、発掘の暴力って感じだよね。この武器があるから、この装備組んでるって感じ。ギルクエ以外にも幅広く使っていけるよ。これからの活躍にも期待。ナンバー8、セット名、ティガラチャ。その名の通り、ティガーラー用の装備だね。最低限の火力を備えつつ、惰性2をつけてるよ。これはどっちかというと、マルチ時代のセットですね。耳栓など、ラーの安定を取った構成になってます。ティアラー部屋では、ほぼこれ使ってたね。4人で GP 放出してる絵が、昨日のことのように浮かぶわ。ソロを考えると少し火力不足なので、オンライン終了後に組み直してますね。そちらは次のセットで紹介します。ナンバー9、セット名、ティアチャ。ナンバー8のソロ版、火力特化型って感じかな。ティアラー動画を撮った時に組み直したんだよね。火星2と挑戦2がひたすら重く、ラー用の保護スキルが耐震しかありません。この辺は応急耳栓で対処したりしてます。あまり気軽には担げませんね。ソロ用と考えても気楽に使えるのはナンバー8の方だね。まあ、この火力最重視な感じ、TAZ っぽくて好きなんだけどね。それわかります。ちょっと玄人感出ますよね。ナンバー10、セット名、麻痺体験。田村20の麻痺ジークムントが出土して、試しに組んでみた装備だね。武器がレベル3で止まってることからわかる通り、結局全然使ってませんね。特にソロだと体験の麻痺はあまり活用できないので、最初の方に紹介したスムラ用装備ばかり使ってます。これ、武器の見た目は青発光ムントで最高なんだがね。やっぱり1680と1728の差がでかすぎんだよな。田村40で東証でも詰まってれば別でしたけどね。更新できるような武器引くことを祈りましょう。ナンバー11、セット名、匠チャーク。スロさんの榴弾氷チャークをベースにした装備だけど、ぶっちゃけほぼ使ってないな。白長の最高倍率睡眠がありますからね。氷と紫40では火力差は覆りません。これで、この武器が最高倍率ならわからなかったけどね。純倍率じゃ、敏火力も足りない。ただ、決して弱い武器じゃないから、たまにエフェクト見るために担いだりしてるよ。140ラーソロも割と早めに枯れましたよね。使い手に応えてくれる装備ではあると思います。ナンバー12、セット名、ペダンなど。名前に反してペダンが登録されてないけど、匠不要のこんなら使い回せる装備だね。これは総中根の汎用装備になりますね。しっかり弱特挑戦者入りなので火力も高いです。構成に関してはフルスタナイというシンプルなものです。乗りマスはおまけですが、たまに役立ちます。ラージャンに持っていくのは、だいたいこれだね。回避1と心眼があって、めっちゃ快適だよ。総中根は意外と攻撃後の隙ありますからね。回避性能があると適当に使っても被弾が避けられます。これは今後も無難に活躍してくれるだろうね。ナンバー13、セット名、高耳根。総中根の基本装備をベースに、高級耳栓を追加したセットだね。お守りが通撃後、聴覚保護4スロ2と絶妙で、ありそうでない構成になってます。算術後の発掘防具も使っているので、組む難易度は結構高いかも。これは右ラーにも一応担ぐけど、金銀火竜とかギルクエ以外で持ってることが多いかな。汎用装備に比べると一段火力は落ちますね。総中根は3色揃えれば耳栓いらないですから。高耳の15ポイントそのままのしかかってくるんだよね。頭がフェイクで防御力も低いし。ナンバー14、セット名、ジョー。第ジョーに特化した総中根装備だね。名前そのまんまだ。
この枠、もともとペタンで組んでいたんですが、動画で使うために上書きしたんですよね。使ってみた結果、大変残念ながらペタンでいいとの結論に至りました。上に行く以上はこう耳切れないからね。匠も必要となるとだいぶスキル絞られちゃうんだよな。技物すら積めないから紫もすぐ落ちちゃうし、ペダンの白長の強さを再確認したよね。これはまた組み直すでしょうね。ナンバー15、セット名、テオソロ。これは対テオ装備の決定版だね。タイムも明確にペダンを超えてた。このドクコン、動画投稿を初めて手に入れたものですが、テオの相性は最高でしたね。紫40はちょうどノバが来るくらいで落ちるので、ほぼずっと維持することができます。ブキスロさんのおかげで見切りにもおまけで積めたね。その会心がプラスに転じていい感じ。これ、最初は毒かって思ってましたけど、手に入ってよかったですね。そうだね。このセットはそうそう更新されることはないだろう。ナンバー16、セット名、テオ双剣。テオ用に組んだ双剣装備だね。武器は水の田村40で、それなりに強いけど。マルチで数回持っていったきり、全然使ってませんね。テオ戦の手数武器はやること一緒なんで、どうしても総中根でよくねってなってしまいます。これを組んだってことは、マルチのテオ部屋で双剣使ってる人がそれなりにいたんだろうな。ずっと総中根ばっか使ってるのも周回してると飽きてくるからね。それはありますね。たまには効率度外視で乱舞していたいです。ナンバー17、セット名、テオフエ。これも双剣装備と似たようなノリで組んだな。武器は弱くはないって感じか。ゴルトってことは、これもテオで惚れたんでしょうね。テオ部屋はハンマー笛がたまに貼られてました。属性も水ってことで、そのまま勢いで組んだんでしょう。使用頻度は、お察しです。笛はね、うまく立ち回れると楽しくはあるんだけど、スタン取りたいなら、チャークでよかったしな。本当に、弾の息抜きで持つくらいしかなくなっちゃうよな。マルチでは、バフかけそれなりに楽しかったですから、それでよしとしましょう。ナンバー18、セット名、ミラ。通常ミラボレアス用の装備だね。その割にミラ武器担いでるが。黒竜が黒竜武器に弱いのは伝統ですから、それだけ素材に需要があったんでしょう。シンプルに天帝が竜武器として優秀すぎるので、このセットになるのは必然ですね。防具もスタナイ式で超シンプルだね。欲しいスキル入れてたら自然とこうなったな。需要が限定的すぎて担ぐ機会には恵まれないけど、攻防ともに優秀なセットだね。ナンバー19、セット名、ミララース。今度は亜種用の装備だね。さっきのセットから砥石高速が最近研究家に変わった。亜種になってもやること原種と一緒ですからね。爆破やられだけケアしています。スタナイって属性耐性が優秀なのも偉いですね。プラス5とはいえマイナスがありません。ネックなのはイベントだからもう作れないってとこだが、それ言い出したら全セットそうだしな。このセットを今後も残すかは微妙なところだが、確実に役立つところはあるって感じだね。ナンバー20、セット名、アーレ。少ないけど、ボウガン装備も組んでるんだよね。これは、汎用ヘビー装備ってところかな。ディスティアーレはミミカ運用では最強クラスの生産ヘビーですね。これを超える発掘は上段抜きでゴールクラスだけです。近接でいうペタンに近いものを感じます。その割にリミッターついた状態で登録されてたな。担いでなさすぎて何の意図があったかわからん。それらしい構成ではあるんだけど、多分ほとんど持ってないよなこれ。ですね。タイラーなら耐震ないときつそうですが、多分それを実感することすらなかったんでしょうね。これ、今後持つ機会あるんだろうか。さあ、これで20種類紹介が終わったね。折り返しだ。ここで軽くですが、今回の動画を作った経緯についてお話ししようと思います。本編再開は15分38秒です。で、マイセット紹介しようと思った理由だけど、当然、需要があると踏んだ上での話になるよ。以前からマイセット紹介を希望する声をいただいてましたからね。ただ、それ以上に純粋にマイセット40種類では窮屈になってきたのが理由なんだよね。4G は装飾品の一括解除機能がないので、40種埋まってると新装備を試しづらいんですよね。正直、動画を撮ってなけりゃ問題なかったんだが、
動画ネタ用にその時だけ組む装備とかあるからな。上記が動画用装備の例です。混沌ゴマ用のセットはまだ使う未来が見えますが、基本的には1回組んでさようならのものが多くなりますね。それに今のマイセットってマルチ時代のものだから、ソロでは使わないようなものも残ってるんだよね。その辺を整理するために、一度動画にしちゃってまた組む時に思い出せるようにしたかったのよね。シニュに残しておくのでもいいんですが、こっちの方がわかりやすいですからね。それじゃ、無駄話はここら辺にして、そろそろ本編に戻ろうか。ですね。ナンバー21から再開しましょう。ナンバー21、セット名、イーラ。ヘビーが続くね。今度はイーラレギオンだ。これは確かシャガルをターゲットにしてたと思います。極限生命がついたセットはこれだけですね。いわゆる聖レギ運用ですが、フルチャとか特にないので普通の装備って感じです。これも一応組んではいるけど、マルチ含めてほぼ使ってないかな。回避で装填できるのは面白いんだけどね。いかんせん、ボンガン自体の経験が不足してるよ。これまでのシリーズでもガンナーは使ってませんからね。どうしてもまず剣士に行ってしまいます。ただ、武器のギミックが独特なので、もしかしたら R よりこっちの方を残すかもしれません。ナンバー22、セット名、カーマ弓。ガンナーゾーンということで、弓の汎用装備だね。武器はみんな大好き、カーマレギオンだ。使用頻度は星2となってますが、これもほとんど使っていませんね。何度か140ラーに挑戦したりしたのですが、時間がかかりすぎて毎回すぐやめちゃってますね。雪撃も含めて、瓶が持つのは楽しいんだけどね。火力を出し続けるのが難しいんだよな。基本的にミスった瞬間アウトなのもチャレンジしづらい理由だね。マルチでもなかなか担ぎづらかったですよね。周回するには安定性が重要ですから。いつか弓上手くなりたいものです。ナンバー23、セット名、シャガ体験。ここからは対シャガルゾーンだね。この体験装備が一番使ってるかな。中止まりですが火力スキルを載せられてますね。スムラの非発掘、活躍してくれてます。確か最初はブラミラでも組んでたんだけど、匠が重たくてな。この装備が組めてからシャガルやりやすくなったよな。以前はシャガルそのものに苦手意識ありましたからね。この装備はそれを払拭してくれました。今後もシャガルに行くときは、まずこれを装備しているでしょう。ナンバー24、セット名、シャガルソー。今度は双剣だね。火力と曇りてんこ盛りって感じだ。体験のセット名的にシャガ双剣になりそうですが、まあそれはいいか。これは主にマルチ用に組んだものですね。シャガルは双剣部屋が一定数存在してました。使わないこともなかったけど、まあ全然安定しなかったよね。シャガルって意外に乱舞する隙がなくて、おっかなびっくり立ち回ってた覚えがあるな。火力だけは非常に高いですが、今やるなら体験でいいですね。これは整理対象になりそうです。ナンバー25、セット名、シャガルコン。シャガル用の操中コン装備だ。どうやら命名ルールは双剣のものに習ったらしい。これは双剣とどっこいって感じでしょうか。そこまで安定してなかったと思います。シャガルは体験が結論でいいですね。火力も安定性も抜けてます。天帝って数値は確かに強いんだけど、切れ味がやっぱきついよね。技物だけじゃ全然ケアしきれないよ。手数を出せば出すほど火力が伸びづらい、もどかしいところですね。ナンバー26、セット名、シャガル弓。これが対シャガル装備としてはラストかな。一応弓も組んでたんだね。シャガル用のセットもいろんな武器種でありますね。安定する方法を模索してたんでしょうね。シャガルは物理が硬いから手数武器という固定概念があったようです。これ一応回避性能は積んでるけど、全くと言っていいほど担がなかったね。爪の叩きつけ避けるのが全然安定しなくて、すぐ近接に持ち帰っちゃってたはずだ。シャガルの弓って見てて爽快なんですけどね、いざやるとめっちゃ難しいです。ナンバー27、セット名、ウカムゴグマ。まさかの穴開きセットが登録されてたよ。どうなってんねんこれ。スキルポイントを見る限り、ここに属性攻撃強化を載せる予定だったようです。右上のシニュ結果には完成形を載せています。
武器は同称4詰まりの火の強属性か、上出ぶっ破しますって構成だな。だが、専用装備組むほど周回するかな。一応、ポグマのイベントとかは難しいけど。未完成ってことはそこまでだったんでしょうね。まさかこんなのが残ってたとは。防災備蓄みたくたまに棚卸ししないとダメですね。ナンバー28、セット名、捕獲。組んだ意図がめっちゃわかりやすいな。絶対捕獲失敗したくなかったんだろうね。捕獲すると素材の入手率が変わるのはもちろん、たまに捕獲限定のクエあったりしますもんね。そのまま討伐して失敗が一番ストレス溜まるので、見極め装備は一つはあった方がいいと思います。スキルは弱特挑戦に真剣一体、そしてペダン、汎用性の塊みたいな装備だな。方向台使う相手はちょっと面倒そうだね。小耳入りでもう1セットあってもいいくらいだと思う。めっちゃ使う機会があるわけではないですが、必要な時にないと困るんですよね。ナンバー29、セット名、ハギ取り。ここら辺は物欲装備か、高速収集とハギマスがついてるね。しっかり小耳もついてますね。絶対邪魔されたくないという意志を感じます。これは主に尻尾マラソンや小型素材を集めるとき使っていますね。よくあるのは堅牢な潮流骨あたりかな。総中根の強化でストッパーになりがちだよ。これも捕獲装備と似た立ち位置ですね。必要な時にないと困るようなものです。これは残しかな。にしても結構火力も漏れてるな。ナンバー30、セット名、ライフルチャ。攻撃台とフルチャージを備えたセットだね。これはたまにあるハメ部屋用の装備だ。一応組んではいましたが、使用頻度は1となってました。セット中でハメの流れになることを除いて、ハメ部屋からは基本退出してましたからね。ハメ部屋の空気感が合わないことがほとんどだったね。動きを強制されたりすることが多くてな。そもそも、上手い体験4人が集まれば、ハメと大して変わらない速度で終わるからね。これは、とりあえず準備しておいたって感じでしたね。今となっては整理対象です。ナンバー31、セット名、大切チャーク。これは、動画でキリンアラーを撮影した時、専用装備として組んだものだね。雪向こうは初めてつけましたが、キリンアッシュをチャークでやるなら必須ですね。これのおかげで実戦もうまくいったと思います。キリンアラーにしか担がないが、登録するくらいには気に入ったんだよね。今後もチャークで行く時にはお世話になるだろう。心眼がキリンにもラーにも有用なので、そこも気に入っています。ナンバー32、セット名、画境。見ての通り、ガードを重視した構成だけど、これ、誰想定で組んだか、全然覚えてないな。ご丁寧に、火星にまで積んでますね。グラビとかやるにしても、小耳の方が便利な気がします。結構前に組んで、多分一度も使ってないんじゃないですか。こんな埃かぶったセットが出てくるとはな。スキル構成自体は優秀なもので固まってるけどね。これは整理対象だな。必要出てきたらまた組むので十分そうだ。使用頻度低いものは、組み直すとしても積むスキルちょっと変わりそうですね。ナンバー33、セット名、麻痺双剣。マルチ用で組んだ麻痺双剣セットだね。やや火力寄りの構成だな。武器は切れ味以外完璧に近いですね。スペック的には全然悪くないですが、レア度9で切れ味の悪さが割れるのが、なんともかっこ悪いところです。構成的にもちょっと中途半端だよな。高会心パターンじゃないから特殊会心積めないし。これだと、麻痺の回数がちょっと足りなそうだね。実際、そんなに担いだ覚えもないですね。睡眠の方が輝く場面が多かった気がします。ナンバー34、セット名、高耳麻痺。こっちは高級耳栓が必要な相手に持っていくものだね。弱徳が見切り3になってるわ。麻痺は確かこっちの方が使ってましたよね。バサルに対しては有効に働いてました。バサルは睡眠時に腹を狙いづらいので、麻痺の方が喜ばれてましたね。麻痺中のバサルに乱舞するの楽しいんだよな。ケツのあたりを切り刻めるんだよね。また、双剣4人で乱舞してみたいですね。ナンバー35、セット名、睡眠双剣。なんだかんだ、双剣ではこれ一番使ってるかな。スキルでわかる通り、拘束するつもりでは組んでないよ。
PT プレイで睡眠兼火力役として使ってましたね。属性値は最低ですが、バンバン寝てくれます。体験3と出撃すれば、あっという間に片付きましたね。もちろん火力とか生存スキルも積んでるから、ソロで使うのも全然ありだよ。140ラー15分切りくらいなら達成できたね。武器の性能自体はそこまでではありませんが、やっぱり睡眠双剣って強いですね。ナンバー36、セット名、高耳睡眠。こっちはもう拘束する気満々だね。武器もデッセンとは別のものを使ってるよ。倍率はちょっと低いパターンですが、睡眠200とスロ3で属性値が漏れてますね。これ使うと一瞬でモンスターが寝ます。ちょっと過剰なくらいですね。担いだ機会はそこまで多くなかったけど、担いだらしっかり活躍してたね。高耳もあって汎用的に使えるから、はめたい気分の時にぴったりだね。ちなみに今のお守りなら防御力上げて組み直せます。多分使用する機会はないですが。ナンバー37、セット名、片手。唯一の片手剣セットかな。汎用的に使える構成になってるね。これを組んだのは趣味 100% ですね。効率を求めると片手は候補に上がりません。拘束したいなら双剣、火力を出したいなら双中根で事足りてしまいます。片手ね、決して弱い武器種じゃないんだけど、周りが強すぎるからな。この発掘は文句なしに強いんだが、ちょっと持て余してる感があるな。片手に限ったことではないですけどね。この後すぐ似たようなものが出てきます。ナンバー38、セット名、マヒタチ。こっちは唯一の太刀セットだ。片手と違ってわざわざマヒとついてるが。これは他にも睡眠とかで太刀セットがあった名残ですね。太刀も趣味枠ですが割と好きで使っていました。太刀は各属性で結構いいやつ持ってるんだよね。見た目が良くて振ってて楽しいんだよな。SA が豊富でリーチが長いので、マルチでは片手より使いやすかったですね。第一候補にはなり得ませんが、結構麻痺役として活躍してました。さすがに一時期よりセット数減ったが、これだけは生き残ったんだな。ナンバー39、セット名、採取。見たまんまシンプルな採取用装備だね。主にガブラスツアーで使ってるかな。これ多分シミュにかけず自分で計算して組んでますね。ちゃんと揃えたらもうちょいスキルつくと思います。今でも必要なものが揃ってるんでわざわざ組み直すほどではないですが。最近メインキャラでお守り掘りやってないな。久々にガブラスツアーでも行こうかな。だいたいいつも幻蝶取って終わりですもんね。懐かしのお守りマラソンやってもいいかも。ナンバー40、セット名、リタマラ。最後はこれだね。封じられし武器の自爆マラソン用セットだ。これもシミュにかけず組んでますね。多分マイナススキルは検索できなかったので、ネットにあった情報をベースに組んだものとなります。効率よく自爆するために体力マイナスが必要だが、このお守りが案外レアなんだよな。いざ狙うと出ないんですよね。スロット付きはなおさらです。これを入手した時は、リタマラの予定なかったからよく売却しなかったよな。昔の自分を褒めてあげたいよ。リタマラ、普通に効率いいですからね。ほい。というわけで、マイセット40種の紹介でした。この企画、ようやくまとめられましたね。これで整理ができるというものです。緩和でも話しましたが、40種パンパンなので、動画用に最低でも数枠開けておきたかったんですよね。今回ちゃんと全部確認してみて、明らかにいらないやつ何個かあったもんね。少なくとも今の環境に合ってないやつに関しては、バッサリ解除していった方がいいな。しかし、スキル未完成のセットとかあったの、普通に驚きましたね。装備を組んだことは覚えてましたが、多分一度も担いでないレベルでしょうね。組もうと思うのは一瞬だけどね、シミュ結果見て満足しちゃうこととかあったしな。あ、このスキルも追加できるんだ、みたいになって、本来の目的忘れたんだろうな。組んだとして明らかに周回する回数少なそうな装備ありましたもんね。ギルクエ以外の装備に関しては、どうしても担ぐ機会が限られがちです。それから、マルチ時代に組んだ装備についても、久々に振り返れてよかったね。当時の構成の意図とかが分かって面白いし、懐かしい気持ちになりましたね。もう、これらを担ぐ機会がないかもと思うと少し寂しくはありますが。
またローカル通信でもやることあるかもしれん。その時に揃えりゃええのよ。ですね。それまでは動画用の装備作って頑張りましょうか。では、この動画はここいらでお開きにしたいと思います。長らくのお付き合いありがとうございました。普段は 4G を1から攻略したり自由に遊んでるから、よかったらそっちも見ていってね。ほいじゃ、次の動画で。またね。